Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは自分とめっちゃ似ている人に会ったことはありますか？世界には自分と似ている人が3人いるらしいですよ。いや、それは嘘だよって思っている人も今日の話を聞いたら本当かもしれないと思うかもしれません。では、今日のオノマトペをどうぞ。そっくり、そっくり。そっくりは非常に似ている様子を表しています。実はそっくりと似ているはほとんど同じ、もうほぼ同じ意味なんですけど、そっくりの方がもっとカジュアルで似ているよりももっと似ている様子を表しています。僕の感覚だとそっくりの方がもう見た目だけじゃなくて、その動きとかその性質も全部似ているっていうことを言いたいときに、そっくりじゃんという風に言います。例えば僕と同じロボットがそこにいるけど、そのロボットはアラビア語を話したりロシア語を話したり、普通僕がやらないことをやっていたら、似ているねとは言うけどそっくりだねとはあまり言わないかもしれないです。言う人もいると思うんですけど、そのロボットが僕と同じように日本語話して僕の動きと同じ動きをしていたら、すごいそっくりだね、もう俺じゃないという風に言うと思います。他にも赤ちゃんを見た時にすごいお母さんにそっくりだねと言った方が僕は嬉しいし、心が温かくなる気がします。それは見た目だけじゃなくて、お母さんと似ていてよく泣くところとか、そういうところも入っているので、もっと中身も同じ、中身も全部似ているねという時にそっくりだねという言葉を多く使うと思います。そっくりはもう一つ意味があって、あまり使わないんですけど、昔の建物がそっくりそのままあるという風に言います。これは昔の建物が今もそのままの状態であるっていうことを強く言いたい時に、そっくりそのままあるんだよっていう風に言うんですけど、こっちはあまり使わない気がします。でもアニメではヒーローがお前を倒すと言った時に、悪者がその言葉そっくりそのままお前に返すという風に言います。これは俺がお前を倒すということを言いたい時に使います。でも基本的にはすごい似ている時とか、なんか性質とか中身がすごい似ているっていうことを言いたい時によくそっくりを使います。だからすごい似ている人がいたら、その人のことをそっくりさんという風に言います。世界に自分とそっくりな人がいるって皆さんは信じられますか？いや、自分のそっくりさんはいないよって思うかもしれないんですけど、これから有名人のそっくりさんを見たいと思います。最初はエマ・ワトソン。本当にわからない。しかもイギリス人なの？表情まですごい似ているから、本物？そっくりさん？よし、次はアリアナ・グランデ。嘘でしょ？いや、嘘でしょ。ごめん、俺本物がそっくりさんだと思っちゃった。これで歌も歌えたらそっくりさんっていうか、もう本物ですね。多分僕は日本人の方が小さい違いとかがわかると思います。ですので皆さんがよく知っている日本人のそっくりさんを探しました。これはちょっと無理じゃない二人が横にいたら絶対違うのわかるけど、一人で歩いていたら、でも俺は本物だとは思わないな。皆さんはどうですか？そっくりさんといえば昔見たクレヨンしんちゃんの映画がすごいトラウマでした。なんかその話は自分の友達とか家族が少しずつそっくりさんに変わっていくという話です。見た目も似ているし、性格もすごく似ているからそっくりさんなんですけど、ちょっといつもと違うことをしたり、ちょっと怒りやすかったり、今まで嫌いだったのにすごく好きになったり、ちょっとしたところが違うんですよね。主人公のしんちゃんはその小さな違いに気づくんですけど、でも誰が本物で誰がそっくりさんかわからない。誰を信用していいかわからない。そんな状況の時、皆さんはどうやって本物を見分けますか？もし間違ってそっくりさんにその話をしちゃったら、すごいブルッとする話ですよね。皆さんだったらどうやってそっくりさんと本物を見分けるか、ぜひコメントで教えてください。でもそんなそっくりさんの話は現実にはないので安心してください。皆さんありがとうございました。
よいしょ。よし、じゃあ今日動画撮ります。あれなんかもう動画ができてる。なんでそっくりの動画撮ったかな。あれ覚えてないや。まあいっか。よいしょ。